皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマは自然に聞き返す表現です。皆さんは日本人と話していてよく聞こえなかった時やわからなかった時、何と言っていますか？すみません、わかりません、もう一度言ってくださいばかり使っていませんか？これらの表現は初級で習う表現ですが、状況によっては失礼だと思われたり、相手を怒らせてしまったり、なんてこともあるんです。そこでこの動画では3つの場面から自然に聞き返す表現を紹介します。これらの表現を覚えると上手に会話を続けられるようになりますよ。ぜひ今日から使ってみてください。それでは始めましょう。一つ目は、よく聞こえなかった時に使う表現です。まず、失敗してしまった場面を見てみましょう。王さんと堤さんが教室で話をしています。王さん、今日一緒にランチ行かない？は？なんかごめん。はい。王さんは堤さんが言ったことが聞こえなかったので、は？もう一度言ってと言いました。言語によっては、よく聞こえなかったとき、はというのが普通ですね。でも、日本人にとって、はは怒っているときに使う表現なんです。ですから、喧嘩したいときなら使ってもいいですが、よく聞こえなかったときに、はを使うと失礼な表現になります。では、何と言えばいいでしょうか？この場面で自然な言い方は、んです。んは、聞いていなかった時や、聞いていたけど内容がよくわからない時に使える、とても便利な表現です。言う時のポイントは、の前に、とっても小さい、をつけるイメージをして、少し高い声で軽く言うことです。練習してみましょう。リピートしてみてください。どうぞ。どうぞ。はい、OK です。では、さっきの場面で使ってみましょう。王さん、今日一緒にランチ食べに行かない？何？お昼ご飯一緒に食べよいいよ。二つ目は、一部分だけわからなかった時に使う表現です。まず、失敗してしまった場面を見てみましょう。王さんと堤さんがカフェで話をしています。昨日のデートね、新しい服着て行ったの。そしたら彼氏がね、なし寄りのなしって言ったの。どう思う？もう一度言って。話聞いてた？堤さんの話の中でわからない言葉があったので、もう一度言ってと言いました。長い話をした後にもう一度言ってと言われたので、王さんが話を聞いていなかったと思った堤さんは怒ってしまいました。では、何と言えばいいでしょうか？この場面で自然な言い方は、わからなかった言葉だけを質問することです。例えば、先ほどの会話で、王さんは特別な言葉だけわからなかったけれど、彼氏、言ったは聞こえました。その時は、彼氏がなんて言ったの？と言います。言う時のポイントは、わからなかった単語を何、いつ、どこ、誰などに変えて質問することです。練習してみましょう。私が聞きにくいことを言います。皆さんは私に聞き返してください。日から沖縄旅行に行くんだ。昨日、さんに会ったよ。はい、OK です。では、さっきの場面で使ってみましょう。
昨日のデートね、新しい服着ていったの。そしたら彼氏がなし寄りのなしだってどう思う？彼氏がなんて言ったの？なし寄りのなし。あんまり良くないって意味。ひどいでしょ？そうか、そりゃ悲しいな。3つ目は、特にオンラインや電話で使う表現です。まず、失敗してしまった場面を見てみましょう。王さんと先輩が大学の課題のためにオンラインで話をしています。では、環境問題について意見はありますか？すいません。聞こえません。環境問題について意見はありますか？すいません。もう一度お願いします。はい。王さんは先輩のネット環境が悪いのでよく聞こえませんでした。ですから王さんは、すみません、わかりませんと言いました。先輩は王さんがただわからなかったと思ってもう一度言いましたね。でももう一度言ってもまたネットが悪くて聞こえませんでした。困りましたね。では、この場面では何と言えばいいでしょうか？この場面で自然な言い方は、音声の調子が悪いようです。です。ようですを使うと、かもしれないという気持ちを表現できるので、相手に優しく聞き返すことができます。ちなみに、電話がよく聞こえないときは、お電話が遠いようですと言います。電話が遠いというのは、まるで電話から離れて話しているかのように声が小さいという意味です。言うときのポイントは、相手を怒る感じで言うのではなく、少し申し訳ない感じで言うことです。練習してみましょう。音声の調子が悪いようです。どうぞ。お電話が遠いようです。どうぞ。はい、OK です。それではさっきの場面で使ってみましょう。では、環境問題について意見はありますか？先輩、音声の調子が悪いようです。おっと。これで大丈夫かな？はい、大丈夫です。よかった。じゃあ、環境問題について意見を教えてください。はい、いかがでしたか？会話で相手の言ったことが聞こえないとか、わからないという時はよくありますよね。そんな時に今回紹介した表現を使って失礼にならない言い方で上手に会話を続けてみてください。メッシュクラスではアプリで楽しく日本語を学ぶことができます。このアプリを使って日本語会話、ビジネス日本語、JLPT を一緒に勉強しませんか？今なら JLPT によく出てくる単語や漢字のコースが無料で受けられるので、ぜひインストールして使ってみてください。中でも特に日本語会話が心配だという皆さん、私と1対1で日常会話、ビジネス会話の授業や発音の授業で会話を練習しませんか？コメント欄に詳細を書いておくのでぜひチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。